結構前からギリギリのところで知ってます。これなんていうんですか。なんていうんですか。コメディ結構似てるのがあるな。いやないです。どうもこんにちは。こんにちは。親方チャンネル部屋探訪ということでですね。今日初めてですね。初めてです。よろしくお願いします。里山の千賀親方と、一緒にね光り輝いていこうかななんて思ってるんですけど、はい。ちょっと髪型変えたんですけど。はい。ちょっとロン毛ですね。ロン毛にしました。ロン毛にして。どうしようイメチェンで。イメチェンでいいですね。似合ってますよ。ありがとうございます。私がいつもの光り方で。今日はですね、安治川部屋へやってまいりましたよ。安治川部屋では新大関の青錦ね。今日は稽古を見て独占インタビューということでね、いろいろ普段聞けないようなことを掘り出していっちゃおうかななんて思ってるんでね。行ってみましょう。大丈夫ですか。緊張してないですか。大丈夫ですか。いや緊張してますよ。緊張してます。常に緊張してます。本当ですか。今日はよろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。じゃあ早速行ってみたいと思います。行きましょう。親方チャンネル。
おはようございます。今日おはようございます。お疲れ様です。今度、ね、新大関として初めての場所ですけど、はい。こう大関に上がってなんか変わったことってありますか？関脇から大関に上がってから変わったことは、はい。扱いというか、はい汗がね、注目注目ね、全然違いますね。はい。されてますね。やっぱウクライナのお父さんお母さんとかには報告しました。もちろん、はい、すごく泣いて喜んでました。あ、喜んでた。それは嬉しいですよね。でも日本に来てから何年経ったんですか？もう3年半ぐらいです。はい。日本に来て3年半で相撲界入って今2年ぐらいですか？ちょうど2年ですね。はい。ちょうど2年で大関ってすごいすごいね。考えられないですよ。やっぱそれはあれですか？やっぱ稽古もそうだし、なんか今までレスリングやってたんですか？レスリングもやってたんですか？そう、はい。ウクライナの時レスリングと相撲、はい、やってました。レスリングとやっぱ相撲でこうなんかこう似てるところというか生きるところとかあるんですか？レスリングやっててよかったなとかあります？低さもそうやし、まあ相手のやっぱ感覚というか、相手を感じることというか、はい、距離感とか。そうですね。はいはいはい。すごいですね。すごいですね。でここまでなんか2年でね大関上がるとすごい順調だなと思うんですけど、なんか苦労したことってあります？今までで。まあ来た時は日本語だいぶ苦労しました。でも大関ってだいぶ日本語上手ですね。まあ今はちょっと喋れるようになったんですけど、来た時はもうゼロの状態で来たんで、あ、何も分からずに。はい、もうすごく大変だったです。ちょっとよろしいですか。はい入門してどれぐらい体重が増えました？40キロぐらいですね。2年で入門してから。まあまた研修期間も入れて、はい、そうですね。40キロ。まあ3年ぐらいです。すごいね、3年で40キロ。すごいですね。今場所の意気込みというか、はい、今場所どのような場所にしたいですか？まあやっぱり、見てる皆さんに喜んでもらえるように、まあいい相撲を取りたいです。見てて相手が相撲取りにくそうにしてるな、大関とやってる相手がやりにくそうだなって思うけど、やっぱその心がけてること。もう自分特になんかそれ意識してやってるわけじゃないんで、もう自然に子供からやっぱ低い体勢で相撲を取ったんで、はいはい。もう自然にそうなってるですね。なるほど。低い体勢を心がけてるって。まあ自分の中でしたら絶対やりにくいもんね、あんな低い体勢で入れられたら、やっぱ里山さんも中に入りたいそうですし、ね。絶対やりにくいですよね。みんなやはりこの引きたくなりますよね。この大関を。その引きたくなるような相撲を取るところがやっぱりすごいですね。そういう相撲。でなおかつ前に出るしね、はい。で技もうまいし、そうですね。よく内無双やるじゃないですか。はい。あれはなんかこう習ったりしたんですか？師匠から教わったことを。稽古場でうちもそうやったら結構怒られると思うんで、稽古場では前に出ろと。そうですね、やらないです。じゃあここ食うなみたいなこれ感覚でしょうね。これまあそうですね。体勝手にはい、もう勝手には動いてました。それもやっぱレスリングとかやってた感覚もあるから、まあちょっと似てるような動きはありますし、い。おーはい。なんかロンドン公演の見てたら、あれ裏になんかこう手首持ってなんかこう、ひっくり返すような、あれはレスリングの技かなまあそうですね。一応はいレッスンでよくやるんです。見たの？見ました。なんか本当ひっくり返ってあれで裏がびっくりしたのかもしれない。決まり手なんですかねあれ。かいなひねり。カイネひねりかな。話してるんで選挙をだいぶ前の位置でやられるのは何か意味あるんですか？はい。なんか特にもうあんまり意識したいです。もう結構前からギリギリのところで仕切ってます。自分でもなんでは分からないです。気にしてない自然体のことですね。先に絶対つくんですか？あ、手を先に、はい。それも意識してるのか、はたまたどうなのか。これはまあ結構相手がつく遅いんで、ほぼみんな後付け多いんで、自分は別にまあどっちでもいいなんで、さっきあ、別に後でも先でもいいけど相手が遅いから先についてるだけって。でもそれがいいよね。いいですねどっちでも変わらないというね。はい。意識してます。意識しない。はい全国のファンの皆さんにコメント一言。いつも応援ありがとうございます。今年も、はい、上を目指して頑張りましたので、これからも応援のほどよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様でした。親方チャンネル。はい、ということでですね、稽古も終わりまして、はい。お疲れ様でした。すありがとうございました。みません、今日稽古を見学させていただいた上に、ちゃんこまでね。もう味がべちゃんこが美味しい。いやいや、噂ははい。ありがとうございます。よく耳にしますんで。ちなみに今日は何ちゃんこで？今日は醤油をベースにした、はい、場所も近いので、ああ、いいですね。ソップで。いい匂いがね。いやいい匂いです本いい当に。匂いが、はい。初めてです。こんなおしゃれなこのおしゃれなね、
こんなお手拭きまで用意していただいて、よかったら持って帰ってくださありがとうございます。新幹線グリーンとかで出たらね、思わず持って帰っちゃうからありがたいですね。本当にありがたいですありがとうございます。い。どうぞじゃあ早速どうぞいいですか。あ、いただきます。よし。いただきます。いただきます。お茶です。いただきます。お口に合いますでしょうか。お上品な味で。いただきます。うまいですね。美味しい。うまい。鶏も美味しいです。本当ですか。たくさんいろんな部屋食べたんじゃないですか。どうですか。抜群にうまい。抜群にうまい。お上品だよね味が。はい。いやいや。これはなんかこだわりはあるんですか。あっさりやはりこう濃くなりがちなので、やっぱりはいさっぱりめには作ってます。やっぱ相撲部屋のちゃんこでちょっと味濃いめなところが多かったりしますもんね。なるべくこうあまり濃くならないように。大関どうですかちゃんこ。あ、すごく美味しいです。これちゃんこ何倍ぐらいいくんですか。そんな食べないですけど、まあ2、3ぐらい。 2、3倍。はい。でもこの醤油は結構大好物でそうそう、お気に入りです。お気に入り。美味しいですね。今日全然喋んないですね。人生ミスじゃないの。人生です。いやいやそんなことないですよ。こどうぞこからですね。どうぞ食べてからたくさん食べて何でも食べていただきますいただきます。いやもうおかずもね、いろいろありますよ。豪華ですよ。朝からステーキが。大関が優勝してくれたんでたくさん届いてなるほど。あのお肉っていうのはどうですか。やっぱこう一等分ってドカッと。部位ごとの塊で来るのでドン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 やっぱ相当な量くるんですか。結構来ますね。宮崎牛でしたっけ。宮崎牛1等分。いいですね。いや宮崎牛でたくさん食べれて、部屋の力士たちも、はい。いただいてもよろしいですか。自分。いいんですか。はいどうぞどうぞ。じゃあ大関が優勝して、はい。いただいた宮崎牛じゃあちょっといただきます。いただきます。じゃあ縁起がいい宮崎牛いただきます。じゃあちょっといただきましょう。いいですか。やっぱね、いい気をもらえる気がしますね。優勝したお肉をいただくということでね。いただきます。甘みがあるね。噛めば噛むほど。美味しいです。ちょっとご飯もいただきます。どうぞ。これはご飯進むね。何倍でもいけるねこれだったらね。じゃあ何杯でも行ってみましょうか。はいいただきます。いいお肉なのにね、こう脂っこくなく、くどくないというかね。ご飯も何杯か3杯くらい食べるんですか。それは食べれます。あ、そうなんですか。食べる量は少ないですね。いっぺんに食べるのはだから何回も何回あ、も。小分けにしてるんですか。食事で気を使ってるのでバランスよく食べるとかいろいろあるんですか。そうですね。野菜食べないんで基本的に。なるべくバランスよく出して。はい。ちゃんとだけど部屋もそうですね。このおしゃれな和な感じが。まあいろいろちょっとこだわり、これふすまも何もないのもいいんですけど、これあるとやっぱり大事にも使うし、ね、すぐこう穴開けたりしないように。確かにそうですね。はい。ああ、そういうそれ考えもあもありますし、るんですね。まあこれ本当にすぐそこにあるまだ今もある橋の万年橋という橋の昔の風景なんで、まあそういうのもこう感じながら、いいですね。実際見て何とも多分思ってないと思うんですけど、いいですね。刷り込み効果というか。でも万年橋でちょうどうちの北の部屋がありますよねそこのたもとに部屋があったんで、はい。いいですね。なんか雰囲気が、ね、ちょっとなんかこうおしゃれな料亭に来たような。背筋もピンってなります。ああ、確かにね。こちらも料亭に来た感じで、これもなかなかないですね。相撲部屋ですね。これなんていうんですか。なんていうんですか。壁でまあこういうのあるとまあ表出したりするところもねありますけど、和食屋さんとか行くとねこんな感じでこう置いてあったりします。お上品なんでいろいろと。いいですね。今時の部屋なんで。今だけ。親方チャンネル。パスタ大葉の明太子パスタですかねこれ。すみませんなんかズケズケ食べちゃって。どんどん食べてくだお相撲さんまだなのに。さい。はい。いただきます。ただ食べたいだけじゃない。うまっ。大葉がいいですねこれ。さっぱりって。なんぼでも食える。うまっ。結構パスタとかも多いですか。多いですね。やっぱり力士こう食進むように、ご飯もあんまり食べないんで、やっぱいろんなこういろんなので炭水化物だったり、炭水化物ね。食べやすいですもんねパスタだとですね。ずっと。
自分も大体ご飯いっぱい食べて、でそれからパスタとか、ずっとご飯はあんま食べれないんで。ウクライナにいる時はパンですか？パンが多い。パンも多いですけど、じゃがいもも多いですね。じゃがいも。へえ。なんかいろんな煮込んだりとか、はい肉じゃがみたいな感じもありますし、マッシュポテトとか、ああ、もういろんな、ね。はい、へえ、じゃがいもなんだ。島田のなんかサトウキビかなんか。そういうわけじゃない。そういうわけじゃない。やっぱ島田は里芋ですね。里芋。里芋。あ、本当に芋なんですね。芋食べます。へえ。結構似てる部分あるなと。いやないです。ちょっと顔も雰囲気がちょっと似てる。全く似てない。系統が違います。なんかちょっと近いような感じします。全く別物を。いや、オズイ困ってるよ。代わりに言ってや、代わりに言ってやられて。だいぶ違う。味が分かったわ。すみません、わかんない。これ揚げ豆腐ですかね。揚げ出し、はい、揚げ出しですね。みんなが見てますから。味はしっかりしてるんですけど、あっさりしてますよ。食べやすいです、本当に。もういくらでも食べれちゃう。ちょっとおかわり。おかわり。どうだい、ごちそうです。入門して2年で大関じゃないですか。でもなんかこう、なんか特別なことなんか指導とか、なんかね、そこで食事も含めてですけどなんかあったんですか。まあ特別なことはそんなしてないんですけど、やっぱりこうまあ稽古も普段の生活もなんかしっかりこう何を今思ってるのかっては分かるようによく話しますし、コミュニケーションをしっかりとって、まあそこでまあそれに合わせてこう対応っていうかも稽古もそういうふうにはしてますし、まあ基本的に親方と話すの嫌じゃないんで。と思ってるんですけど、いやでもなんかその明るい感じとかなんかこのなんかむつましい感じは伝わってきますよ。雰囲気で。嫌だったでしょ。何がですか。そういうことですか。何の話ですか。なかなかこう師匠にこう自分から話しかけるっていうのはなかなかあまりしづらいことではあったので。でも正直私の方北の方ですけど全然話しかけられなかったです。もうこんななっちゃって。だからまあなるべくこの意思疎通はするようによく話します。やっぱそこでコミュニケーション取り合いながら、じゃあ今何が足らないか、これから何が必要かっていうのを話し合ってってことですね。やっぱ大事ですね、コミュニケーション。そのおかげでやっぱ日本語も上手ですもんね。日本に来て3年とは思えないね。ところどころにこの味わい方の雰囲気が出るって言いますか。例えばどんなところ。だからインタビューの受け答えとかですね。あと相撲の取り口とか。ところどころに安美錦関が出ますよやっぱり。そうですかね。ちょっと生まれして師匠の自分でそう言ってくれたら嬉しいですけど、親方はどう分からないです。見えますよ。話し方とか。あると相撲の取り口も。まあでも多分なんとなく意識するところ多分あると思うんですよ。自分でも分からなくてもなんか味わい方の分身が乗り移ってるような雰囲気がします。おかわりいいですか。親方チャンネル。ヨーロッパ系の力士って結構なんかパワーでガシガシいくようなイメージあるじゃないですか。栃ノ心とかバルトとかもそうだけど、でもパワーもあるんだけどなんかうまさ、内無双だったりとか、それなんかこうヨーロッパ系の今のヨーロッパの選手には力士にはなかったようなね、なんか力強さもあって師匠譲りの技術もあってみたいな、あるいはハイスペックな。でも体があった時はそんな大きくなかったんで、やっぱり入ってから40キロぐらい大きくなってるんで、まあそれもあるのかなと。やっぱ初めから大きい相撲じゃなかったので。なるほど。徐々に大きくなったからこそしっかりこう頭つけて下からという相撲を取れたってことですね。やっぱね師匠の指導がね大事ですね。場所前なので忙しいのに。本当ね。本当ですよ。本当ですか。ちゃんこも教えるんですか。味付けとかは。初めおこしたばっかりの時は日本料理の人に来てもらって出汁取るとかそういうことから教わって。確かにちゃんと取ってこれ。いや美味しいです本当に。いや本当だからうちもそっぽ作るんですけど全然違うね。そんな違う。いや本当にわかるなんか。わかります。料理屋さんのご飯の味がするんですよね。料理屋さんの。マジでうまいです。じゃんじゃん食べてくださいね。はい。いただきます。いいですか。野菜の方も。野菜の方もちょっと。サラダの方もね。得意の食レポしていただいて。得意じゃない普通にいただきますね。これ野菜の上に乗ってるのはハムですかこれ。おハムですか。おハム。ハムでしょうね。普通のハムですかこ
普通のではないと思うんですけど、これもなんかくどくないというかあっさりしたハンマーです。ちょっと普通じゃない。はい、普通じゃないですこのハンマー。野菜どうですか野菜は。この野菜もこれ地元のお野菜とか。でこれ屋上で採れたあ屋上であ全然違いますよ。違います新鮮だ。自作自給元気にできました本当に。バランスいいしね。バランスいい。はい。肉も野菜も、炭水化物も。でもお弟子さんと一緒にご飯食べるんですか。まあたまにですね、毎回ではないです。あはいはい、まあお客さん来た時とか、はい。なるべく力士が伸び伸びやれるように。いやーでもなんかいいです。みんな仲良さそうな感じがいいですね。部屋の雰囲気も。そうですね、みんな今同じぐらいの年代なので仲良くやってますね。部屋に大関が出るとやっぱ活気出てきたりとかするんですか。そうですね、だいぶ変わりましたね、雰囲気も。はい、下の方の力士も頑張ろうって一生懸命頑張ってますし、まあ、それを大関が引っ張っていってくれるっていうふうに、なっていくと思うし、まあ、これで新弟子が増えてくれたらねいいんですけど、ああ、はいいやでもそういうきっかけでやっぱ、ね、やっぱこう大関みたいになりたいなっていう力士がですね、入門してあると思います。ありますよ、絶対ありますよ。そういう子行ったらぜひぜひ紹介してください。はい。あちらの方に、はい、味川部屋も新弟子募集してますね。はい。大関が部屋に入門するきっかけというか、それどういう経緯で入門したとかあるんですか。きっかけは、よく稽古しに行ってた報徳学園のはいはい元監督、はいからちょっと連絡ありまして、まあ、いい子がいると、はい。まあ、でも私も部屋を起こしたばっかりで弟子一人だったので、まあ、ちょっと本当のこと言うとまあ断ろうと思って、まあ、一応会うだけ、会うよと先生の顔を立てて、でまあ、その会った時に、まあ、すごく、まあ、一生懸命な目をしてたんで、まあ、この目にやられたというか、まあ、その場でうちおいでと、来るかって言ったような気がするんだけど。大関どうでしたかその時は。自分その時そこまで日本語わからなかったんで、あまあ、とりあえず元気よくで、でもその時親方に言えば、まあ、稽古よりはとりあえず日本語を頑張れって言ってて、それは覚えてますね。あ。やっぱね日本語わかんないと教えてもらっても意味わかんないですね。やっぱ強くなるためには日本語が必要だってもう分かってたんで、はい。もうとりあえず日本語を覚えるのは一生懸命だった。なんか日本に来て苦労したこととかあります。これ辛かったなとか。まあ、自分でも日本語だけです。あ、日本語がやっぱ言葉が。言葉が一番やっぱ分からない時もなんか人集まってるところも好きじゃなかったし、はいみんななんか喋って笑ってるのになんか一人だけ何でも分からないみたいなああったんですけど、まあそれ、まあ、少しずつ覚えるようになると、まあ、どんどん楽しくなってきて、はい、もう全然大丈夫。今全然普通だもんね。全然普通ですね。本当に。夢見たらどっちの言葉で日本語の言葉で夢見るのかよくないですか。夢が現地の言葉になったらなんかその言葉が染みついたみたいなの前聞いたことあるんですよ。もう自分あんまり夢見ないんでああそう。はいじゃあ熟睡できてるということで。はいでもなんか普段はずっと日本語を使ってる時、たまに親と電話する時は逆にウクライナ語を喋りにくくなる時あるんです。おお。もう自然になんか日本語の言葉が出ちゃう時ある。この味がべに入って味がべのここが良かったっていうのなんかありますか。すべてが良かったです。すべてが良かった。はい、環境もいいし、まあ、稽古もみんな一生懸命やってるんで、はいはい、すごく良かったです。すべてが良かったと。師匠とのコミュニケーションもしっかりとってですね。まあ、それが一番です。それが一番ね。日本語も覚えるし、相撲も覚えるし、はい。最高じゃないですか。今日はいろいろとありがとうございました。稽古からちゃんこまで。ありがとうございます。よっしゃ。このチャンネルがいいと思った方は、チャンネル登録、高評価、シェア、そしてハイプもお願いいたします。今日は皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。また見てください。